ソウルフードとしての定義ってまず揚げと天かすが乗ってるやつが定義としてあるんで。いらっしゃいませ、こんにちは、お待たせしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、お待たせしました。当たり前のように冷やした肉そばが出てくるみたいな。飲食店が盛り上がるって街を盛り上げることだと僕は思ってるんで。なんでですか。かれこれ5年間ほぼ毎日食べてるけどマジ飽きない。俺常に言ってるんやけど、この一杯に俺が飽きたらマジ店じまいっす。希望される500年前の戦国時代に斎藤農産工場京都から美濃へ乗り込み、美濃を制する者が天下を制すると豪語し、織田信長公がここを天下統一の島として楽市楽座などいろいろな政策を打ち出していき、PB でプライベートブランドとしてこうもう、パックにしててそれを使ってます。もうじゃあいろいろ入ってるわけですか。そうです。この中に5種の節が5種類、はい、いろいろ入ってるんですね。はい、いろいろこうグラムで計算されてこの中に入ってます。結構入るんですね。そうなんですよ。結構量使いますね。2キロ入れてます。袋一つぐらいかなと思ってました。違うんです。全部いっちゃいます。全部いっちゃう。TikTok 始めたんで。TikTok 始めたんですか。はい。それで岐阜城って言っても伝わりづらいんで、はい。まあ、割と僕ら地元のやつらとかで信長城って言っちゃったりとかあるんですけど、でTikTok で信長城って言ったらなんかコメントでいっぱい怒られました。怒られた。いや、こっちと結構行き来されるんですか。大変ですね。そうですね。まあでも本店一応もうおきちゃんっていう子に店長を任せてて、はい、店長広報なんですけど、はい、もう結構仕事的にはもう全部任せれてる。そうなんですか。はい、僕はもう今本店も行くんですけど、現場に入るのはもう河原町だけです。 100% です、今のところ。だから麺だけは今日朝もうやっといてもらってやるんで。じゃあ誰もいない感じですか。はい、誰もいないです。近寄っても大丈夫ですか。言い方を。
絶対思いますよね、みんなね。今日だけやりやがったなって思いますよ。うちのスタッフ聞いるから。じゃあいつもやるんで。やっぱりこの岐阜のこの河原町っていう場所がすごく素敵な町じゃないですか。古い町並みで。いいですよね。で、いっぱいある岐阜の観光地の一つって間違いなく言える場所なんで、この場所に店を構えさせてもらうってことは、ある意味ロマンをすごく感じてしまって、その熱い思いで一緒にこの街を盛り上げていこうみたいなことですよね。はい。天さんはどんな方なんですか？飲食で経営するってやっぱちょっと傲慢になりがちじゃないですか。それはもう一切なく、オーナーらしい時ももちろんオーナーらしいところあるんですけど、でもこうした方がいいんじゃない、ああした方がいいんじゃないとかをやっぱ何もその抵抗なく言い合えるっていうのは多分正木さんの魅力の一つだかなと思って。返しっていう。返しです。返しと出汁を合わせました。もう一回一人立ちさせて、はい。冷ましたら血の冷たいおつゆの完成です。これなんか一日持つんですか？そう、1日は持たないですね。1日必ずうちは寝かすんで、はい、もうストックがあって寝かされたものが今日に回るっていう常にその感じです。今日の昼ももう一回取るんで、今それは何をされてるんですか？これはうち天かすを揚げるんですけど、はい、その天かす用の泥を作ってます。はい。天かすを揚げるためだけに。ためだけに。はい。天かす用と天ぷらのそのなんか濃さは一緒だったりするんですか？うちはでもちょっとシャバめというか、シャバめ。完全に混ぜ切っちゃいます。後ろのバケツのところだけ出汁冷やせるようにしといてくれ。天かすは毎日このほぼ皿の綺麗な油で取るんで、本当に油っぽくなくて美味しい天かすが食べれます。どういうところで揚げるんですか？一応これ天かすが、はい、
この色が変わるんですよ。変わるんですか？はい、この今真っ白な状態から、はい、まあ、ほんのりきつね色になるというか、ほんのりきつね色まで、まあ、大げさだけど、もうちょっとこうちょっと透明になるんですよ。その色の変化と、あと天かすに水分が残っていると、まあ、天ぷらも一緒だと思うんですけど、その瞬間は揚げた瞬間は良くても、ちょっと時間が経つとこうちょっとしけった感じになっちゃうとかあるんで、ちゃんとこう水分飛ばしきって、ちゃんとこう上がりきった天かすを作るというところが大事ですね。結構むずいんですよ、天かすってやってることはすごい単純なんですけど、常に天ぷら揚げてるのと一緒ですもんね。ある意味、はい、まあ、ちょっと天ぷら屋さんに怒られちゃうかもなんですけどまあ気持ちとしては同じというか、最高の天かす揚げようっていうので毎日。そうですね、これだけで美味しそうに見えます。あります。まあでもたぬきそばのたぬきって天かすなんで、まあ、ある意味こう核の一つになってくるんで、やっぱりこれがちょっといまいちな天かすだと話にならないんじゃないかなと思います。ここを開いてどのくらい経つんですか？半年です。半年。4月オープンなんで細長いじゃないですか。なんかお店やる側からちょっと使いづらいのかなと。めちゃくちゃ使いづらいんですよ俺ももう終わるで。で沸かして沸くまで、であとはとろ火で5分煮て終わりです。冷まして終わりです。世代だけで4、5年追加されます。いいじゃん。なんかの味が来て、黒ごまとかニンニクとかのガツンとした味がバッとくるんですけど、はい。でそれ食べてどんどん食べ進めれば食べ進めるほど、この肉が汁と溶け合って塊がほぐれてきて、どんどん味が変わるっていうのをちょっと細かくしないで、あえてこうあえてこの塊にしてる。そうです結構ここが結構食べる時の分かれ道になっちゃうので、これくらいになると完全に肉の水分がなくなってカリカリにこうもう素揚げしたみたいな状態になってきたんで、もうそろそろ酒とみりん入れて、でその下に1個の作り方だけでもここまで考えるんやってくらい考えて、ただひき肉を炒めてるだけなのかなと思います。そうですよね。俺も最初そこまで考えてると思うそうなんですよ。ここまで考えて作ってやっとなんか飲食店とか成り立つんだな。次はこれちょっと濁ってるじゃないですか、はい、この濁ってるのが透明になるまでやるんですけど、そういうと甜麺醤と、あとニンニク、はい、お腹空いてきますねこれかかったらうまいですよね。食べてみたら多分言ってることがすごい分かる。一回水分飛ばして、はい、でみりん酒で水分戻して、でその状態に今甜麺醤とか入れてるんで、この肉が全部その醤油にんにく甜麺醤を吸ってる状態なんですよ。これ吸うともうすごいっすね
結構入るんですね。そうですね、300g 入るので。揚げを。うまいですね、やっぱり。このサバを酢につけるのもやってるんですか？あ、酢にあさばい全部やってるんてです酢につけて骨抜いて。ここで作ってるんですね。そう。なんかちょうどいい大きさにこう2つなんか合わせてあげてみたいな。端っこは真ん中とやって、であこっちの方だとちっちゃくなるんで。ちっちゃくなっちゃうからこれは右の大きいとこと一緒に。もう冷えてる。冷たい。これを裏に持ってくるんです裏にけど、一番嫌いなんですよ。重い。皆さん頑張ってください。でも今鍛えられてるんじゃないです重いもの持ってたらできるじゃないですか。か。違うんですか。サバ飯のお皿が何種類かうちあって、またやるかな、焼きに洗って、ですけど、まあ、だし、この揚げ堀川の親父のお店のところからずっとお付き合いのある豆腐屋さんに作ってもらってるんで、かれこれ何年だろうな、もう40年ぐらい多分お付き合いのある豆腐屋さんと今だに。いらっしゃいませ。
全部いってます。はいはい。じゃあこれ持ってて。肉そばに卵盛るのうますぎじゃない？マジで。マジでうまかった。玉ねぎ入ったんだ。あ、今のはらっきょうです。らっきょうです。はい。たぬきそばってこの甘みが甘辛いタレなんですけど、酸味とか辛みめちゃめちゃあるんですよ。これうちのスペシャリティの冷やしたぬき肉そば卵トッピングです。あ、そうか、オプションで卵が入ってるんですね。そうです。トッピングです。お願いします。はい、じゃあ行きます。はい。配膳お願いします。お願いします。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、こんにちは。こんにちは、どうぞ。食べ終わってはいい。あ、そういうこと。お待たせしました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。お待たせしました。いらっしゃいませ。お待たせしました。
はい、ちょっと待ってください。一番向こうにつばする。これじゃあこれに行く。大盛り大盛り1個わさびなし。はい、お願いします。はい、11と9です。でもなんか本当に知られているっていうのがすごい大事だなって思うので、なんか新しいお店なんで食べてると、ここにもいるとそうだわね。こんなん何も働いてない。眉毛描いとるだけ。化粧しない。いいですよ。 81。すごいですね。大学病院の方のやつ。あれは違うの、本店。そうでしたけど、はい、おばあちゃんがそうなんですよ。いや、本当ありがたくて、やっぱ始めた1年目、2年目ぐらいはそんなことなかったんですけど、その町の方たちにもこう足を運んでもらえるってことってすごい大事なことだと思ってるんで、その地域に馴染んでいくというか、そこは目指してきた一つなので、ご年配の方とかに来ていただけるのもすごく嬉しいです。私はね、こっちのが好き、向こうより。あ、そう。向こう知らないから私。そうだね。今日はね、お友達の家へすぐ裏ね。駒岳をあげる行ったもん取りに来て、ついでにそばを食べにね。ついでです。地元で何回も来てる。よくお蕎麦食べに来るんですか？私は初めて。初めて。向こうばっかり。こっちは初めて。冷やしたぬきとかよく食べられるんですか？私も冷やしたのほとんど冷やしたのけ。そうです。お蕎麦はね。あったかいの食べたことないね。そばはやっぱり冷やしがいいね。冷やしよね。冷やしたのに天かすが入ってるからね。あ、天かすも美味しいですよね。美味しいね。油揚げとね。はい。そうですよね。そうだね。こんにちは。
あ、そう、僕が聞いちゃったんです。すいません。全然いいです。ニンニク入ってるんですかみたいな。ニンニクも入ってます。唐辛子、ネギ、生姜、ごま、くるみ、ピーナッツ、山椒、八角とかも書いてあるんですね。なんか十何種類こう、はい。これも諸国調味料担保家っていう方が作られてるんですけども、これで売ってる。はい、もう全国それこそ世界でそういう調味料とか探してきてこれら作られてる。いろいろ。一回イベントでご一緒させていただいて、でそれ以来僕ここのラインのファンで次店舗やるときにはこれを一つここのスペシャリティの何かに使いたいなみたいなのがあったんで。いらっしゃいませ、こんにちは。お待たせしました。はい、とこまでです。お願いします。甘味ください。ライスもなかお願いします。12番さんです。ね、不思議だよね。こんにちは。多分もうこの感じならここまで数的にもいってるだろうなとか性格的にいくだろうなみたいな。それ見て多分いろいろサバとかもいろいろやってくれるのですごいですね。頼りになります何年目ですかね。わかんないです。いつからいるかわかんない。でももうその4だったんですよ。もう4も経ってない。卒業してます。大学卒業して。じゃあまだ数年だけどこういうことが分かっちゃうとすごいな結果。そうです。大学入ってくらいか大ら学の1年生ぐらいからやって、で今3年生。まだ3年だから3年ぐらいだろうね。3年ぐらい。足の波の器が欲しいです。急にこう天さんが喋り出すじゃないですか。私かなと思って返事したりしないですか。独り言が多いからそんな気にしてない。おいおいおい。波の器取ってって言われて、あ、私かなって、まあ違うんですよね、きっとね。何用の卵ですか。で、足ためきのポッティング。あ、ポッティングです。
昆布粉ですね。そうです。無添加の昆布粉でお出汁、うち結構出汁がすっきりしてるんで、それにコクを持たせるために。戻しました。ありがとうございます。なんでですか？どうですか？かれこれ5年間ほぼ毎日食べてるけどマジで飽きない。俺常に言ってるんやけど、本当この一杯に俺が飽きたらマジ店じまいっす。トゥンいや使いどころがもしあればねなぜこう専門店を始められたんですか？まあもともと親父の店で僕20年勤めさせてもらってて、親父の店はまあ今僕2代目でやってて、そこはもううどん、そば、定食、それこそ唐揚げ定食、エビフライとか丼とかもつ鍋とかもう120席ぐらい何でもあるこう何でも屋さんみたいな感じなんですけど、その堀川の夜のお店を居酒屋にしてとか、いろいろ飲食ってやっぱ足すことが多いんで、商品増やそう、業態増やそうに模索してみようとか、そういうのにもこう自分の中でちょっと疲れちゃった時期があって、ふと気づいた時にあれ俺もう35とか6になっちゃったけど何にもないじゃんみたいなって思ったんですよね。こうでもその時にあれ俺冷やしたぬきそばめちゃめちゃ好きだなって、俺ってそこにめちゃめちゃ愛あるなって思った時に冷やしたぬきそばの専門店やってみたいな。足すばかりの飲食人生だったけど自分の大好きなものだけでこの一杯を作って出したらどうなるんだっていう好奇心とその気持ちから冷やしたぬき天国をやろう、専門店をやろうと思いました。